この辺りのね、作り、もう全然もう全然いいとさえね、言いたくなるぐらい。ダイヤ車乗るとね、ハンドル、前後バランス、ブレーキ、それからアクセルの落ち着き、もう全部ね、もう上級車と同じ思想ですよね。リアサスペンションが動きやすいのが、もしかしたらこれの、あれもあるかもしれないと。あとはね、ほんと穏やかなんですよね、動きがね、これぐらいしてもね。この辺も手元、ビシーッとね、ビシーッと一定高くで、外側に内外と、ゆっくり戻して全開にしていくとかね。ヒラリー男爵です。どうも。今日はこれ、タクトを借りてきました。クロムベンチャーという仕様の車で、前ね、メッキとかついています。で、全体的にはね、角張った SUV スタイルの、軽自動車。でね、サンルーフとかも標準装備なので、この辺はね、おいおい見ていきます。お値段は、この仕様で160万円台、そういった車です。で、ちょっとね、車見てみますね。まず、クロムベンチャーということで、ここ、明るいメッキの、なんていうのかな、過色がついています。これが、ダーククロムベンチャーになりますと、ここね、黒い過色になります。黒クロムみたいなね、メッキです。で、あとね、ダイヤ製、この辺がね、樹脂の車も多いですけれども、この車は鉄板です。イコール板金が効きます。あとね、SUV らしいタイヤの周りの樹脂の過色とか、タイヤもちょっと大きめですね。これいくつかな。タイヤが、どこだ、あった。165、65、15インチ。で、あとね、特徴的なのが、横から見たときに、この窓ガラスがね、薄いんですよね。天地方向に薄い。で、高級車の文法としては、窓ガラスをなるべく小さく、天地方向に小さくという文法が昔からありまして、そういった点でね、結構立派に見えるんじゃないかと思います。で、あとは、これね、ここの部分をよくウエストラインとかベルトラインと言いまして、結構ね、高い位置まで来ていますね。自分の並ぶと、このくらいまで来ます。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今ね、タフト、2024年式でオドメーター1000キロのタフトに乗っています。もうね、サンルーフもバッチリついています。で、今ね、自分リアシートにいるので、まずはリアシートの印象から述べていきます。この車ね、外から見ても、運転席に座っても、運転しても、それからリアシート、どこに座ってもね、特徴がいっぱいで、いろいろね、述べたいこといっぱい。ということで、この動画ではちょっとリアシートからいきます。じゃあね、リアシートの特徴。快適性で言うと、このタフトの NA モデルなんですね。ターボがついてないグレード。このモデルですと、ちょっとね、リアシートは、快適性、それから広さの面で、多少ね、厳しいところがあるかなと。その代わり、開放感はね、もうバッチリです。サンルーフ標準ですし、横もね、窓ガラス、天地方向狭くて、そうね、ここは、包まれ感につながっていて、でもやっぱりサンルーフ効いていますよね。あとは横方向の長さはしっかりありますので、前後方向っていうのか、前後方向の長さは窓をしっかりありますので、この辺ね、本当、足元とかね、シートのサイズとか、最近の軽自動車の中で言うと、そんなに広い方ではないです。ただ圧迫感はね、うまく分散してくれているなと、そういった印象です。で、ちょっとね、一つ気になったのがシートですかね。リアのシートの座面。長さがね、短いです。自分、あんまり足長くないんですけれども、っていうか短いんですけれども、このぐらい。ちょっとね、太ももの半分ぐらい、この辺かなまでしか座面がない。これはね、小柄な方、お子様とかお姉様が乗られることが主眼に置かれてるでしょうから、そんなにね、問題ないです。ただね、座面の先端の方、この辺りね、ここね、すごく硬いんですね。まだ車がほぼ新車、下ろしたてで走行距離1000キロの車なので、そのあたりも効いているかもしれませんけれども、先端の方ね、すごく硬いです。で、これによって太ももの裏への圧迫感があって、これはね、そうね、すねからかかとまでの距離が、長さが、そんな長くない方ほどちょっと圧迫感につながるのかなと。でも、いい点もありまして、いい点で言うとね、体が、お尻が前にずれてこない、ずれてきにくいはあります。ちょっとね、このタフトね、このシートバッグが立っているんですね。結構立っています。で、リクライニングもできなくて、もうこの状態なんでね、これもあって、シート全体の、着座姿勢として、
少し前かがみになりやすい。でそういった時に体が前に滑っていかないようにここ硬く盛られているんだと思います。高さもねちょっと前上がりが強いです。であとね、手放していいところ、足を置くところをですね、ここがちょうどフットレスト、足を受けるように前側が高くなっているんですね。でちょうどいい位置に置いて足で無意識にでもねこう体を踏ん張れるような作りをしています。であとはねセンタートンネルがね、ごめんなさい、どう取ったらいいかな、ちょっと盛り上がっていて、この辺りは SUV らしさとトレードオフでしょうかね。軽自動車なんで4人乗りなんでね、ここまたいで座るということはないので、必要以上のね心配はしなくていいと思います。じゃあ今度はね助手席に座って、ごめんなさい噛んじゃった、このタフトのね魅力とか乗り味、乗り味はね魅力だけではなくて長所短所合わせて述べていこうかなと。ですいません、ちょっとね途中ですけれども1個挟みます。これじゃーんとねこのサンバイザーを開けると、これね助手席側にもミラーついてるんですよね。どうも。でまず一つサンルーフね、やっぱりこれ助手席に座ってもねこうバッチリねこの良さ味わえます。でそれからちょっとねさっき内装の回撮った時に自分分かんなかった部分、このエアコンの送風口、これね、閉まる方法分かりました。一番下までねクイッとやったらね閉まりましたね。この助手席側と運転席側のダッシュボード左右の部分は閉めることができます。閉めないとねほんと風でなんかねちょっと置いてるものが飛んじゃったりとか灰皿置けないですからね。で真ん中はやっぱりねちょっといじってたけど、ここはちょっとね分かんなかったです。多分閉まんないんじゃないかな。でじゃあそうね、ちょっと乗り味の話いきましょうか。この前ターボのクロムベンチャーに乗った時にいろいろ乗り味ね、ハンドリングとかブレーキとかアクセルの話をさせていただきましたので、今回は主に乗り心地の話にしますね。これ NA モデルです。今日の車は NA モデルで、ターボと乗り味違います。これ最近ね、タフトじゃない、ごめんなさい、タントとかもそうなんですけれども、どうしてもねターボモデルの方が立派なサスペンションダンパーが使われてるっぽくて、で乗り味がねしなやかだったりとか上質感があります。で NA モデルの方は、一般的というかね、普通に言っちゃいましたけれども、そうね、普通にねそんなに質とか気にしないような、サスペンションダンパーです。このタフトもね一緒ですね。で相応にねゴツゴツ感あります。普通にコツコツ言いながら、こういうところね走ってる感じかな。目で見て平らな目に見えますけれども、ずっとねコツコツ少しずつしてる感じで、ハンドルはね滑らかにというか、普通にね穏やかにゆっくり切ることを心がけていれば車ぐらつかないです。ただコーナーで奥まで行ってからクッと切るような運転しちゃうと、そこはやっぱしょうがないですかね、ぐらっと動く。なのでこの上下のコツコツ感と車のロール感、これのバランスでいった時に、ターボモデルの方が立派とゆっくりね動きます。平らなところというか段差の衝撃は弱くて、車がこう傾く時にはゆっくり動く。この部分で、ターボモデルの方が一歩リードしていると、そういったところですね。であとね前後バランス、車の前後バランスでいうとこのタフトね、リアサスペンションが動きやすい。前後がね同じようにこうロールをするというのかな。この部分はそのバランスで言ったらねターボも NA も一緒です。この NA モデルでもねその良さ味わえる。でそれがもしかしたらこのねサンルーフ、ここガラスついてて鉄板より多少は重いでしょうから、その影響があるかもしれない。でも乗った感じはね上が重いというより前後がしっかり動く。しかもね前に対してリアが動いてくれて、同じようにというかね、もしくはターボの時自分確かねリアが動きすぎちゃうと言ったと思うんですね。でも前だけ動く車よりよっぽど上質感あります。最近ね、トヨタなんかでもそうですけれども、高い車ねリアサスペンションが動く、フロントを中心にしてリアが動くということは前に座っていてフラット感が高いんですね。こうピョコピョコ感じにくい。それからリアシートでいうと乗り心地の良さに貢献しているといったところでね、いろいろいいところがあります。あとハンドル周りもねこれ切った時に落ち着きがあるんですよね。フロントが縮んで、タイヤに重さが乗ってから車って曲がり始めるんですけれども、そのあたりがねやっぱりゆったりした感じになってね、
車が小さくてもぴょこぴょこしにくいとか、効きすぎちゃってねグラグラしちゃうとか、そういった部分がね相当に抑えられる。実際はねそんな簡単ではなくて、いろいろな条件によってそうね、メーカーの人とかによって決まるんでしょうけれども、自分はね後ろが動いてくれる車が大好きです。で、あと快適性でいうと静粛性かな。ドアの気密性が高い。この辺ねポンってこうゴムを圧縮して潰してしまうような感じが強いというのは先ほどお伝えさせていただきました。で、もう一つ付け加えるとね、このサイドウィンドウのねこの厚みなんかはもう本当に最小限、この辺は軽自動車のね重量とのトレードオフでしょうね。で、上サンルーフでこのねついてるとガラスだけになります。つまりこの間に、防音材を挟むことができないです。で、防音材挟めないからうるさくなるんじゃないかってこう心配もあると思うんですけれども、ガラスねしっかり厚みがあります。厚みがあるということは重さがある。重さがあるということは振動しにくいということは、つまりうるさくならないといったところですね。むしろこれ鉄板プラス遮音材より静かかもしれないというぐらいのね、ほんと全然ね悪くないです。で、今停止しましたけれども、このね停止する瞬間のブレーキとかこの辺りもねもう全然 OK っていうかね。で、話長くなってきちゃった。で、どこ行きましょうか。サンルーフが頭上の重さ感じるところは多分ないけど、リアサスペンションが動きやすいのがもしかしたらこれのあれもあるかもしれないと。あとはねほんと穏やかなんですよね、動きがね。これぐらいしてもね。そうね。で、この辺も手元ビシッとねビシッとこう一定高くで外側に内外とゆっくり戻して全開にしていくとかね。すいません、ここからが楽しい山道でのレビューシーンだったのですが、いつの間にかカメラが停止しちゃってまして撮れていませんでした。いわゆる機材トラブルってやつです。ってことでね、ちょっとショック大きいんですけれども、仕方ないんで企画変更して次運転しながらの動画をアップします。とは言ってもブレーキの良さだけはお伝えしたいので補足として出します。あとブレーキも扱いやすくてね、これ驚きましたね。ペダルの剛性感、それから手前でちょっと踏めばねちょっと効くし、踏めばしっかり効くし、この辺りのね作りもう全然もう全然いいとさえね言いたくなるぐらい。この辺り大圧車乗るとね、ハンドル、前後バランス、ブレーキ、それからアクセルの落ち着き、もう全部ねもう上級車と同じ思想ですよね。タフトは出てきて2年ぐらいかな。で、燃費は14キロから19キロぐらいで、今100キロぐらい走ってきたところです。といったところでね、動画以上になります。すいません、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、左男爵でした。じゃあねー。